どれが剣で。あ、じゃあこれにしましょうか。はい、で 2試合ぐらい見て、何を見てほしいとかあるんだったら、コメント書いてくれると分かりやすいかな。で、これ見ましょうか。はい、まあ、リプレイはね、結構大事ですからね。マスターに、24000でマスターなのかな。そうですね。うん。はい、ダメ。石。厳しめで言うと。あ25000か。俺はね、もうこの時点でラッシュでしょって思っちゃう。俺はもうゲージおじさんなんで、もうマックス6。もう微妙。特に俺、竜なんてもう絶対入った方がいいと思う。これで、中足ラッシュでタックかけれた方がいいです。この結びでもうゲージが泣いてるよ。もうこれは。はいですね。で、ここでね、待つ動き自体はね、やっぱね、すごい強いですよね。波動拳とかね。あ、これもね、これ僕ちょっとゲージ王子の話なんですけど、動きだけじゃなくて、今って、黄色信号なんですよ。なんかね、6が青。ドライブゲージ6本が青。はい、3本が黄色。2本がレッド。こういうイメージを持つといいと思うんですけど、あなた、今これ赤信号ですよね。赤信号から今見てください。ちょっとしたもうやばい。ちょっとした軽犯罪みたいな状態になってるんですよ、これ。これ良くないんですよ、これ。バーンアウトしやすくなっちゃうってことですね。これバーンアウトしやすくなるって何なのかというと、はい、あ、これ以上使うと、まずこの時点で、キャンセルラッシュがない。そうですね。キャンセルラッシュするとバーンアウトする。で、OD 必殺技もない。はい、バーンアウトするから。で、生ラッシュも相当少ない。そうですね。対処されるとバーンアウトするから。インパクトも打つとない。はい、この時点で選択肢がまず狭まる。で、この後の動きわからないんですけど、よくあるのが、あ、やばい、回復しなきゃっていう消極的な動きになりやすい。あ、もうすんごいいく？すんごい関係ない。なんですごい関係ない。じゃあ、何が起きたかったらこれですよね。めっちゃ滑った。で、あなたが何が起きたかったらこれが起きたわけですよ。バーンアウトですね。それ起きるよという、びっくりしました。それ、あんな、だって、だからもしかしたら認識がないのかもしれないね。バーンアウトのヤバさ。で、今完全に高速道路を横断した感じですよね。自分で料金所入ってって何をしたかって言ったら思いっきり行きましたよ。そしたらバーンアウトしましたと。こうなったらもうね、もう要するにこうなりますよ。こうなりますよ。前に歩いたら、まあそうだね、それはね、間違いではない。それ間違いではないんですけど、まあ緩急ですよね。逆に言うと相手が前に出てくるなら波動拳強いしね。だからなんか始まるまではゲージはあんま使う。これで逆に相手の選択肢が少ないから、波動拳とか打ちやすくなったりとかするんですよね。おっと、これで、ほい、ほい。いいっすね、いいっすね。まず、あ、これで知識なんですけど、はい、相手これね、弱流ビなんで、マイナス4かな、マイナス7か。確定が取れましたね、本当は。これ今、衝撃打っちゃったんですけど、むしろ、確定反撃でしたね。まあ、でもやっぱね、ドライブゲージはやっぱちょっと気になるかな。なんか、やったらね、多分ね、すごい前に出たいっていう感じだと思うんですよね。すごい増えてる。で、前に出たいっていう気持ち自体はね、もう絶対悪いとも思わないんだけど、ただなんかね、見つけたいですよね。最初はとりあえずもう入った方がいいですよね。入った方がいいんですよね。ここでまず履きたいですね。これね、本当に歪んでるんですけど、今季はもう打たない方がいいですよね。それゲージがあるからです。いや、遠距離、竜と剣の方が波動強いから。EX 波動食らうと、ラッシュされて爆発するんですよ。で、逆に、竜の EX 波動当たっても、ダウンして終わるんですよ。だからこの距離ってゲージマックスで、
いいOD 波動が打つような局面じゃないですか。だからここで寄っていくのは俺全然いいと思います。これはじゃあこれは単純な歪みだと思ってます俺。ゲームの歪みってことですか？竜は波動が強くて、剣は昇竜が強いとか、足技が強いってあるべきなのに、波動が剣の方が強いという謎の状況になっちゃってる。でこうで逆に言うとある程度近いと波動拳打ちやすいんですよ。こう遠距離の波動拳は剣の方が強いんですよ。 OD 波動食らうとやばいから。けど近いところの OD 波動は結構コンボにならないんで、で近いところで殴り合うと結構剣強いんですよ。なんか当たると画面端連れてかれるから。だからこう前に入った時、こういう前に入った時の波動はもっと増やしてもいいかもしれないなと思う。これを見てると発動技が届くか届かないかぐらいの。そうなんですよね。これね、ここねその遠距離の波動の打ち合いは剣が有利です。で近距離で殴り合った時は剣が有利です。理由はラッシュ引っかかったら画面端に連れてかれるから。そうですね。竜は連れていけない。ダメージは高いかもしれないんだけど連れていかれないから、近距離の殴り合いをすると剣が有利になっちゃうから勝てないよね。じゃあ何なのかというと、波動拳の性能は竜の方が高い。だからOD 波動を食らっても大丈夫な位置で波動の読み合いをしに行くっていう方が俺はいいと思う。この辺ですかね。こういうところで波動の読み合いをしに行くのはいいと思う。なんかあんまなさそうなんですよね。殴りに行くぞっていう感じなんですけど、だからその負け方をその前ジャンプで負けるっていうのはすごく意識してもいいのかなって思う、俺個人としては。やっぱなんかその今のところ遠距離の波動拳食らってるし、近距離殴り合いで食らってるじゃないですか。全部剣のこう有利なところなのかなと思っちゃう俺は。ですね。すごい大パンチ。だからもっとこう波動拳をこう打てると、その遠いところの波動拳じゃないですよ。その相手が大パンとか中継とかを刈り取るような近いところで波動拳を混ぜると、この負け方はないかなと。負け方としては前ジャンプとか波動にインパクト合わされたとか、そういう負け方になるんで、なんだろうな、そっちの方が大味じゃない気がする俺は。これちょっと大味だったっすよね。寄りました。先にボタンを押した方が勝ちましたっていう感じ。そうなんですよね。でこれって剣が勝ってるんですけど、別に剣が勝ってない可能性もあるんですよね。どういうことですか？島根王子が先にボタンを押してたら勝ってるんで。そういう試合なんかただこれはもうボコボコされてるんだけど、内容的にはこう設置して先にボタンを押したのが当たったっていう内容だった。これはね、どうなんだろうなって。100試合やったら勝てないと思うんですよ。1試合2試合だったら別にそれでいいと思うんですけど、だから俺はなんかいい波動拳の打ち方とかをもっと打てると勝率変わってくるんじゃないかなというふうに思います。